アーティストの未来が明るいなってマジで感じました。なんか負けてらんないなっていうのもあったりとかそうなんですか。丸1年迎えた。アフタートークは意外と緊張なく喋れてるのでテンションが多少上がってると思います。くるりさん、はい、見てくださいケースターチャートプレゼンツポップコーントップ10フライデー、パーソナリティの足立優斗です。さて本番が終わりました。今週はですねゼロベース1の皆さんのコメントをお届けしました。本当にありがたいですね。このね韓国で活躍している皆さんがですねコメントをくださってですね、その声をですねイヤホンとかで聞けるってね、いい時代になりましたね。はい、ということではアプリアイドルチャンプの投票機能と連動した K-POP のオリジナルチャート K スターチャートのトップ10をおさらいしましょう。第10位は&TEAMで雪あかり、第9位は NEXT でナリナ、第8位は WeI で Not Enough、第7位はアストロジンジンで Fly Duet with Moonbeam、第6位は ONEUS で I Know You Know、第5位は JD1 で Be Responsible、第4位はテンペストでバブルガム、第3位は BTS ジンでランニングワイルド、第2位は BTSV パクヒョシンでウィンターヘッドでした。そして第1位はドリームキャッチャーでマイクリスマススイートラブでした。さらにこちらの曲はですね今月の MVP も獲得しました。ドリームキャッチャーの皆さんダブルで本当におめでとうございます。投票してくれた皆さんもありがとうございました。ちなみにですね今月のプレイリスト入りとなる月間投票の上位15曲のリストがですね足立優斗の手元にあるんですが、ちょっとざっと見てみましょう。いやーいいですね、この最強たるメンツストレイキッズさんはですねもう常連になってますよね。ストレイキッズさんが入っていたりウォークオンウォーターが入っていたりですね、このジンジンさんのねフライデュエットウィズムーンビンもねずっとね入ってますよね。素晴らしいことですよね。はい、いやいいプレイリストですね。こちらぜひ今月のプレイリストですね皆さん Spotify の方でチェックしてみてください。よろしくお願いします。さらに今回は K スターの年間投票 K スターオブザイヤー2024ベストルーキーソング部門の結果を発表しました。第1位は NEXT で Keep on Moving、 第2位は MeI でクリック、第3位はルネイトでホイップでした。来週はベストソロ&フューチャリングソング部門の結果を発表します。さてここ最近の足立優斗なんですが、皆さん気になりますか？気にならない方は、スキップしてくださいはい、なんといってもですよ本当にもうねレン君と翔吾君のねステージですよ。あんまね個人情報なんで言いたくはないんですけどめちゃめちゃかっこよかったです。本当に本編でも言ったんですけど、なんかアーティストの未来が明るいなってマジで感じました。なんか負けてらんないなっていうのもあったりとか、ちょっと正吾とはですねそのソロの何日か前にですね夜ちょっとご飯食べたんですよ2人でお話ししたりして、どんなステージになるのかもそこではねなんか聞きたくなかったので本番すごい楽しみにしてたので、いざ行ったんですけどなんかね彼のすごい凄まじい成長を感じたともに危機感を覚えましたいや素晴らしかったです。はい、韓国ではですねすいません話変わります。韓国ではですね一昨日が旧正月ということでね昨日までお休みだった人やまだ連休中の人もいると思います。いや韓国の旧正月といえば多分皆さんね旧正月で韓国行ってる方もいるのかな、どうなんでしょうね。でもね韓国ではですねなんか外出ない方がいいよって言われた覚えがあります。なぜならお店がどこもやってないからです。本当に10代の頃ねお腹すくわけよ。でもね練習生の子たちはみんなやっぱ実家帰るんですよね。旧正月はね地方のねお家ある方は地方に帰ったりとかするんですから、ちょっと練習室でこもって練習してたんですけどなんかすんごい誰もいないの。ソウルですよ。しかもソウルのど真ん中の街だったんですけどタクシーも走ってなくてですね、タクシー多いで有名な韓国でもタクシーも走ってなくてですね、
なんかすごい怖かった覚えがあります。あの道路の殺風景みたいな、何でしょうね、誰もいない道。はいはい。でもね、そんぐらいね、皆さんね、旧正月、ご家族とね過ごされているんではないでしょうかね。はいはい。それとですね、日本ではあさって日曜日が節分ということで、今年は2月3日ではなく2月2日が節分ということです。あれですね、鬼は外福は内ですよね。そうですね、マンションとかね、そちら住んでる方はですね、くれぐれも投げないようにお願いしますということでね。はいはいはい。どうなんでしょうね、節分、鬼は外福は内、皆さんなんかもやっとしたことありますか最近。はい、なんかね、なかなかね豆投げるのもったいないので食べちゃう人間なんですけど、恵方巻きはもうこの時期ですか？恵方巻き大好物でございます。本当に恵方巻き、今年の方角はどっちか分かんないんですけど、ちょっと調べて食べてみたいなと思います。ね、食べながら喋っちゃいけないですよ皆さん。はい。なんか平和なオフのトークですね。はい、そしてですね、なんと2月2日といえば足立優斗がこの番組のパーソナリティに就任。怖い、韓国の旧正月より怖い。そうなんですか。丸1年迎えた。どうですか皆さん、1年ぶりに聞いてみて、この声変わってますか？なんか大人っぽくなりました？声とかちょっとわかんないですけど。でも1年ですね。本当にありがとうございます。ポップコーンの皆さん、食っていけてます。あんまこういうの言うとねあれなんですけど、でもすごい成長するラジオでして、皆さん知らないと思うけど、意外とねこのアーティストさんの感想を言うのにめちゃめちゃエネルギーね、頭の回転を使わないといけないので、肌中となりに絞ってね毎回回答してるんですけど、でもね最近やっと慣れてきたなっていうのもあるんですけど、はいはいはい。それではメッセージの方行きたいと思います。よし。神奈川県ラジオネームマツさん。はい。ゆうとくん、アフタートークまで楽しませてもらってます。この前ゆうとくんがグレイさんのライブにいた話を聞かせてくれて嬉しかったです。私は以前イベントでも直接伝えたのですが、もともとグレイさんのファンで、ゆうとくんがつないでくれた縁でペンタゴンにも出会えたので、今でもゆうとくんがグレイさんとつながっていることが嬉しいです。いつかグレイの現場で楽しんでいるゆうとくんにもお会いしたいですが、早くゆうとくんの現場でお会いしたいです。楽しみにしています。楽しみに待っていますということでね。グレイさんね。はい。そうですね。いやまたねいつかね一緒にご縁があればねしたいなと思うんですけど、足立優斗もですね、なんかねもうそろそろじゃないかなっていう感じです皆さん。だからはい、頑張ってもうちょっとだけ待ってください。本当にすいませんね。はい、通常のメッセージいきたいと思います。松さんありがとうございます。はい。東京都ラジオネームくるりさん、足立くん誕生日おめでとうございます。撮影が入ってるせいかテンション高めのアフタートーク面白かったです。アプリで動画上がるのを楽しみにしています。うわマジか。すいません、違う、そういう意味じゃなくてテンション高いんですねっていう感じでした今自分。そうなんだ。アフタートークは意外と緊張なく喋れてるのでテンションが多少上がってると思います。くるりさん、はい、見てください。そうですね、やっぱカメラあるとしっかりしようと思います。やっぱ10代の頃から鍛えられたエンタメ力といいますか、そういうのがね、なんか出るんですよね。発動するので意外と楽かなって感じです。はい、撮られてるの慣れてるので、はいはいね、早くね見る側じゃなく直接見たいですよね。ね、このラジオもね直接ね皆さんこう来れたらめちゃめちゃ盛り上がると思うんですよ。その辺ちょっとめちゃめちゃメッセージ送ってくださいね。生放送みたいのやりたいですよね皆さん。よし、足立はできます。足立はできます足立はやります。何でもやりますので、本当皆さんにメッセージを送ってください。マジで実現するかもしれませんので。はい、よし、他にもメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。メッセージを紹介した方には全員に番組ステッカーをプレゼントしています。それでは東京 FM で毎週金曜日の午後6時から放送中のケーサーチャートプレゼンツポップコーントップ10フライデー、次回2月7日にまたお会いしましょう。足立優斗でした。バイバイ。